皆さんこんにちは。ワールドオーツギアックの徳永です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。昨年7月からですね、チャンネルスタートしまして1周年を迎えることができました。今回はですね、1周年記念ということで、視聴者の皆様からいただいたご質問に直接お答えしていこうという企画になります。今回ですね、12の方からご質問をいただきまして、どれもですね、深掘りしがいのある質問ばかりで、新たな発見もあったりで、楽しくまとめさせていただきました。ありがとうございます。お話の順番についてなんですけども、ご質問をいただいた順番ではなくて、ジャンル別に分けさせていただきました。前半がですね、食料や弾薬や装備品といったミクロの話。それから後半は編成や運用といったマクロの視点でのお話にしていきたいと思います。普段の動画はですね、AI を使った男女のナレーションと、それから当時の記録映像をメインに構成しているんですけれども、今回いつもとですね、ちょっと趣向を変えまして、運営者の私自身が皆様にお話しする形でお送りしたいと思います。で、この撮影セットなんですけども、第二次世界大戦当時の軍用テント、歩兵連隊の本部テントなんかをイメージしていただければと思います。本日はこの前線の指揮所からお届けしていきます。それでは早速始めたいと思います。トップバッターは鷲尾さんからいただいたコメントになります。日本軍の食事っておにぎりと味噌汁を浮かべますねっていうことですね。ありがとうございます。でせっかくなので今回ですね、日本軍と同じ形の飯盒で、当時の兵隊さんたちが食べていた食事っていうのを再現してみました。麦飯と乾燥野菜の味噌汁なんですけれども、こうやってみるとですね、すっごく質素なんですよね。で、ただですね、太平洋戦争の頃なんていうのは、戦地ではですね、補給がちゃんとしてた時でも大体これがスタンダードで、景気がいい時はですね、これに牛缶、大和煮の缶詰がつくともう超豪華という感じだったそうです。戦場ではですね、頻繁に炊飯するわけにはいきませんので、1回で1日分を炊いて、残り2回はおにぎりにするような感じだったようです。で、私がですね、日本語を考えるときにバイブルにしている本がございまして、でこれがですね、この、山本七平さんの本なんですね。で彼はですね、歩兵将校としてフィリピンのジャングル戦を生き延びているんですけれども、今ご紹介したような食事についてもですね、ちょっと面白い視点で、極論に聞こえるかもしれないんですけども、日本が戦争に負けた原因の一つに、米を主食にしていたことじゃないかっていうことをおっしゃっているんですね。確かにですね、米って戦場での糧食としては向いてない面もあるのかなというふうに思います。で、山本さんなんかはですね、まずですね、火を起こす薪とかですね、燃やすものがそもそもないっていうことをおっしゃってるんですね。で、私が注目したいのは、火もそうなんですけれども、やっぱり水ですね。で、以前に戦場での水について動画で取り上げておりますけれども、戦場での水の確保って本当に大変なんですね。本軍では1日あたりですね、米が6合としていたんですね。で、これって炊くだけで、1リットルのきれいな水が必要になるわけです。で、これ以外にですね、もちろん飲む水も必要ですし、あとは日本が馬だったので、馬にやる水っていうのがまたすごく量がいるんですね。人間の大体馬って体重10倍ぐらいあるので、当然10倍の量が必要になるっていうふうになります。あとですね、その野戦の蛍光色として見たときに弱点としてですね、ご飯は水分量が多いので、日持ちがしにくいっていう特徴があります。で、この点日本軍以外の主要な軍隊っていうのはパン食なんですね。そういったですね、パンに比べて、米っていうのはやっぱり数段の困難さがあったんじゃないかなと思います。ただですね、逆に平坦の視点で見ると、米のメリットっていうのはございまして、まずグラムあたりのカロリーっていうのは米と小麦は同じなんですけども、小麦よりも湿気に強くて、あと米は密度が高くて硬いので、輸送効率が高いという特徴はあると思います。とはいえですね、そういった戦争の道具としてですね、有利不利っていうのはあったとしても、生身の人間にとってその最も重要な食事をですね、単純に合理性で割り切るってことは、士気とか戦闘力の維持っていう点で、
まあ、なかなかドラスティックに変えるっていうのは難しいのかなというふうに思ってます。こういった日本軍のその休養についてはですね、山本さんと同じくフィリピンで経理将校として戦った金井英一郎さんという方がですね、ジーパン主系ルソン戦記という本が出されています。でこちらもですね、非常におすすめですので、リンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。次の質問です。のっぽのサニーさんからのご質問です。いろいろなチャンネルで戦闘糧食については取り上げられていますが、人間食べれば出るわけで、確かにそうですね。多分軍隊のような大人数における、排泄物処理はどのようにしていたのか。ゴミや排泄物は敵情を知る手がかりともなるため処理に苦労したのではないでしょうかということです。ありがとうございます。で、ご指摘の通りでですね、ゴミや排泄物の処理っていうのは、衛生上も貿易上も非常に重要なんですけども、やっぱり何よりも敵の目からですね、部隊の痕跡を消し去るっていう膨張、カウンターインテリジェンスですね。その点でもしっかりと管理することが求められていました。以前にですね、歩兵大隊の防御戦術を動画で取り上げた時に少し触れてるんですけども、まずですね、水源を汚染する心配のない場所に、深さ1メートルくらいのトイレとゴミの穴を設けます。で、陣地をですね、放棄する際には、これらの穴は完全に埋めることになっています。基本は痕跡を残さないように、小さなゴミをすべて拾い集めて、それから状況が許せばなんですけども、ゴミは燃やして穴に埋めるというふうに定めています。すごく細かいんですけども、このタバコの吸い殻なんかもプイッと捨てるのはもう全く NG でですね、隠蔽用の競歩になるんですけども、中の葉っぱをですね、残った葉っぱを細かくほぐして、巻き紙や小さな丸い玉のように丸めてから捨てろっていうような、そういった隠蔽の仕方まで指導されています。で、あとですね、意外と知られてないのは穴の埋め方なんですね。掘り起こした穴っていうのは密度が下がって体積が増えますので、それただ土をですね、その元の穴に戻しただけだと、余ってしまいますし、入れた土もですね、時間が経つにつれて沈んでいっちゃうんですね。でなので上部をですね、まずしっかりと踏み固めて、でその後に周囲の地面より30センチほど高くドーム状に盛り上げるようにというふうに定めています。であと野生動物がですね、掘り返したりしないように石とか丸太とか、あとはガラスの破片とかですね、そういったものを置いて保護しろっていうのも共犯には定められています。次ですね、食べ物が弾薬の話になります。藤井義弘さん。小銃の鉄鋼弾の威力が知りたく思います。装甲車両に対して一体どれほどの効果があったのでしょうか。ご質問です。ありがとうございます。アメリカ軍ではですね、アーマーピアシングというんですけども、今ですね、ちょうど30口径の小銃用の鉄鋼弾と通常弾の弾頭なんですね。で、こっちが通常弾で、こっちが鉄鋼弾です。鉄鋼弾の方が少し長めで、あとね、先端は黒く塗られているんですね。外側の柔らかい銅の中には、タングステンクロムとかマンガンモリブデンといった硬い鋼でできた弾芯が入っています。航空機ですとか、装甲車両、それからコンクリート製の陣地なんかの目標に対して射撃をすると使うという設計されています。で実際にどれくらいの威力があるかなんですけども、カタログスペックとしてですね、銃口から14メートルの位置で約13メートルの装甲板を貫通できるとされています。ただですね、この弾のこの貫通力っていうのは弾の速さに大きく依存しますので、目標までの距離が長くなれば速度も落ちて、それから貫通力も落ちていくと。で実際の交戦距離、例えば100メートルとか200メートルっていうデータがちょっと見つけられなかったんですけども、ドイツ軍のですね、88ミリ対戦車自走砲、ナースホルンっていう兵器があるんですけども、この戦闘室の装甲の厚みが10ミリで、30口径では貫通できないっていう評価が当時の情報資料にあります。戦車とか自走砲に対抗するのはちょっと厳しかったんじゃないかなと思います。でドイツ軍のですね、ハーフトラックの装甲っていうのは一番薄いところで6ミリっていう風になってまして、なので仮にですね、小銃1軍分隊10人がですね、一斉にこの鉄鋼弾を射撃したとすると、
敵側からするとかなりの脅威だったんじゃないかなと思います。エンジン撃ち抜かれたりとか、キャタピラが損傷したりとか、あと当たった後の弾の破片っていうのも非常に怖いですから、脅威だったんではないかなと思います。で、歩兵がですね、敵の装甲車に対抗する力を持つべきっていうのは、当時の各国で共通した課題でして、日本軍では標準の弾薬を 6.5 ミリから 7.7 ミリに口径を変更してるんですけども、これもやはり中国での装甲車に対抗する力を持つべきっていうような実戦での経験が理由の一つだったと。過去の動画で詳しく解説していますので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。次ですね、イエスマン2443のご質問です。太平洋の戦いでアメリカ軍が発見した木製の銃弾の話か、キスカ島の撤退の話が聞きたいです。ありがとうございます。ピッコータの時として、今度は真逆の木製の弾についてなんですけども、これはですね、連合軍が占領した土地で日本軍の木製の弾頭がついた弾を押収したと。で、それがですね、物資不足を象徴しているっていうようなエピソードは語られることがあるんですけども、少なくともですね、軍の公式文書としてはそういう指摘をしている資料っていうのはないみたいなんですね。連合軍の情報資料では明確に兵器の用途として分析しています。6.5 ミリについては小銃的だ。ライフルグレネードの弾として。それから20ミリについては訓練用の弾として、その2種類の木製の弾頭っていうのを確認していると。明確にですね、兵器の用途として分析していまして、なのでその資源不足でですね、金属が足んないから木を使ったっていうような話はですね、従軍記者あたりがですね、面白半分に書いた話なんじゃないかなっていうような気がします。6.5 ミリの小銃敵弾の方なんですけども、小銃敵弾っていうのはご存知の通り発射ガスを敵弾のグレネードの推進力として使うんですけども、構造上木製の弾頭を使う必然性っていうのがあったのかどうか、すいません、正直よくわかりません。空砲でも機能したとされているんですね。ちょっと憶測になっちゃうんですけども、当時日本軍っていうのは様々な敵弾発射機がありまして、でその中にはですね、発煙手榴弾用のものもあったんですね。でそういった様々な発射物に対して木製弾頭の専用弾っていうのが結構汎用的に使えたのではないかなと、第一線に配備されたっていうのが可能性としてあるのかなと思います。であともう一つのご質問であるキスカ島の戦いなんですけども、これもいつかですね、動画で取り上げてみたいなと思います。で、ただですね、結構語り尽くされているので、当チャンネル独自の解釈ですとか、あと新しい価値の提供ができるかどうかっていうところになるかなと思います。食べ物、弾薬ときて、次は装備品の話に移っていきたいと思います。上等兵さん。第二次大戦まではドイツはシュタールヘルム、ソビエトだとシャンカ、日本だと略棒付きの防暑タレ、イギリスだとプロティヘルメット、アメリカだと M ヘルメットといったある種各国によって個性的な装備品や武器、兵器がありますが、現代では各国ともに同じような格好になっています。個性的な装備が廃れたのはなぜでしょうかと。ありがとうございます。で、確かにですね、そういうイメージありますよね。素朴な疑問かもしれないんですけども、結構本質をつくご質問じゃないかなと思います。まずですね、戦争というのは、その国にとって存亡をかける桁違いの国家事業なんですね。なので、そのために整備された軍隊っていうのは、各国とも存在目的は同じですし、あとは同じ人間で組織されている以上も、戦場で直面する課題も同じなんですね。で、そうすると何が起きるかっていうと、徹底的にね、パクり合うんですよ。平和な時はですね、駐在武官が情報収集をしたりとか、それから外国文献の翻訳をしたりとかしています。で、戦争が起きると艦船武官っていうのを送り合うんですね。で、これはですね、全てお互いのパクリ合いっていうのを暗黙の了解としているからなんですね。兵器も戦法も戦術も編成なんかも、全部パクリ合うわけです。で、一番わかりやすいのがですね、軍服の色の移り変わりなんかかなと思います。当時はカラフルな水色とか紺色とかそういった色だったのが、狙撃対策で戦場の泥に隠蔽しやすいカーキ色が主流になって、で、それが次に森の中で見えにくい緑になって、で、最終的には迷彩服になると。で、そのパクリの過程でですね、自国の条件に合った最適化っていうのを加えていきます。で、それが各国の個性として出ていた。
でそれが第二次世界大戦までだったのかなと思います。こういった視点から現代においてなぜ歩兵が似たような格好になっているのかっていうのを考えた時にですね、要因としては2つあるのかなと思います。で、1つはですね、歩兵の装備システムに関する技術が、ある種の限界点、ゴールに到達したのかなっていうことですね。第一次世界大戦から100年もの間、各国の軍隊がパクリ合いを続けた結果ですね、最適解に集約されていったと。で、特にご質問のヘッドギアについて言えばですね、現代手図ではなくて、ケプラーなどの化学繊維が使われてますし、あと個人無線のですねヘッドセットですとか、あと暗視ゴーグルなんかのそういったデバイスをですね、つけるようになっている。でそうするとですね、防弾性能を損なわない形で、どういうふうにデバイスをつけていくかっていうようになると、どの国の技術者が設計しても結局同じような形に行き着いてしまうんじゃないかなと、最適解っていうことですね。そういったことが一つあると思います。二つ目はですね、マクロの視点になるんですけども、輸送戦場と兵隊システムの共通化っていうのがあるのかなと思います。これまではですね、それぞれの国家っていうのは別々に輸送戦場っていうのを持っていたんですね。大抵は自国の隣ですね、気候や地理的条件に自国の資源や慣習や技術っていうものを合わせてアレンジした結果、個性的な装備が生まれていったと。でしかしですね、第二次世界大戦で国境がですね、おおむね確定して、でしかも冷戦で東西陣営に分かれたことっていうのもあって、多くの国でその輸送戦場が共通化してしまったっていうのがあります。特にですね、NATO のように同盟国同士で一緒に戦うってなると、装備や弾薬の規格を統一しておく必要もありますので、そういった兵站の要請っていう点からも、だんだん集約されていくっていうようなことがあると思います。その結果ですね、戦後も一貫して世界中で実戦を続けて常に最新の戦訓をアップデートし続けている、いわゆるトップランナー、アメリカ軍ですね。でそこのアメリカ軍のシステムと規格っていうのに、西側の各国が右へ習いで追従するっていうような、そういった形になっていると。でこれがですね、現代の歩兵装備が持つ個性化した、あるいは究極の合理化を遂げた最大の理由じゃないかなというふうに考えています。次のご質問は、装備で皮膚のつながりということで、UMA さんからいただきました。陸軍、海軍の歴代軍医のお話を聞きたいですね。どうしてこうなったのか、どう違うのかみたいな。あとはガス兵器についても深く聞きたいですねということです。ありがとうございます。日本軍の皮膚装備についてはすいません。自分は基本的なことしか知識がなくてですね、あまり偉そうなことを言えなくて恐縮なんですけども、先ほどのですね、パクリ合いと輸送戦場という点から見ると、非常に分かりやすいのかなというふうに思います。軍服がカラフルな色彩のものからカーキ色になっている、そういった色の変遷は日本軍にも、そのまま当てはまるわけでして、陸軍がカーキ色の戦闘服を導入したのは1912年の4号式っていうやつですね。でその時に採用された縦襟がですね、満州事変や日中戦争といった大陸での実戦の経験で実用性のある折襟になっていた。当初は想定していなかった亜熱帯地域の輸送戦場が台湾だけでなくて、さらに南に拡大していくことで、ネッチ向けの防暑着などが採用されていったっていうのが大きな流れになるかなと思います。この皮膚や装備といった分野っていうのは意外と信頼できる資料が少ない印象を持っています。なのでですね、ちょっとご質問の趣旨からはそれてしまうんですけども、信頼できる資料の選び方っていう点についてお話ししたいと思います。この問題というか課題はですね、実は日本軍だからっていうわけではなくて、概してミリタリー分野で共通している問題なのかなと感じています。で、自分がですね、その第二次世界大戦のアメリカ軍で参考にしている被服や個人装備の資料っていうのはですね、この2冊なんですけれども、どちらもですね、当時のその補給部がですね、教育用に発行したカタログをそのまま復刻したものなんですね。で、これとですね、正規の編成装備表っていうのを付き合わせて、スタンダードを掴んだ上でですね、記録写真を見ると、大体当時の感じ、これはどこの部隊でどういう役務の人間かなどが細かい部分が見えてきます。出版された書籍ですね、これは国内、国外に関わらずなんですけども、基本的にはですね、ミリタリーマニアの目線というか、著者自身がですね、コレクター目線でまとめていることがほとんどなんですね。
なのでこういった被服はですね、何年に製造されてこういったバリエーションがあるとか、ボタンがどうだとかですね、縫製がどうだとか、バリエーションがどうだったとか、であとはこういう装備のこういう着想例がありましたっていう、そういう説明はすごく詳しくあるんですけども、じゃあ実際にその被服と装備を身につけた人はどういう編成のもとでどのような役割だからそういう格好をしていたんだっていう説明がほとんどないんですね。なので、本の中にですね、着想例としてモデルさんが着た写真がよく載っているんですけども、見た目としてはですね、兵隊そのものなんですけども、その見た目に至った必然性っていうのがわからない。だから厳しい表現をするとですね、コスプレの参考として役立っても、歴史事実を読み取ろうという点では不十分ですし、むしろ間違いの方が多いんですね。で、UMA さんがおっしゃっていることって、そこなのかなっていう気がします。なぜかというと、どうしてこうなったのか、どう違うのか。それって結局服を着る中身の人の仕事が何か、業務をこなす課題をどう改善していったのか。そういう点こそがですね、被服装備の変遷の理由になるからなんですね。なので私自身がちゃんとお伝えできればいいんですけども、力不足なのでですね、何かその資料の購入を検討されるときは、そういった編成や役務などにも言及があるか、そういったところをチェックされるといいと思います。ただですね、ちょっとそういった視点で選ぶとですね、結果としてですね、市販のコレクターガイドっていうのは選択肢に入らないっていうことになってしまうのかなとも思います。2点目のガス兵器についてなんですけども、これは日本軍ということですよね。で、私はですね、実は元々の歴史研究の出発点というのは日中戦争でして、化学戦についてもかなり深掘りをしました。機会があればですね、今後当チャンネルと取り上げてよいかなとも思うんですけども、ただですね、この分野の話っていうのがですね、戦争犯罪とか一気化学兵器問題に絡ん必ずそこに行き着いちゃうんですね。歴史ではなくて政治として語られてしまう。なのでなかなかですね、今のこのチャンネルのスタンス的にはちょっと難しいかなっていう気もしています。チャンネルからのお知らせです。ワールドウォー2ギャックでは一等兵から階級を育てていく月額制のメンバーシップ A 門をくぐるを開催中です。これは月額140円をお支払いいただくと第二次世界大戦のアメリカ軍の階級章をモチーフにしたカスタムバッジが付与されるものです。コメントの時にユーザー名の横に表示される特別なバッジですよね。はい、登録いただくと一等兵から始まり継続期間に応じて昇進していきます。最も高いランクの4つ星の大将までは10年間の継続が必要という壮大な大人の遊びです。メンバー限定動画などの特典はありません。月額140円という純粋なチャンネル支援に対する誇り高き言歴の証明としてバッジを表示いただくというものです。毎月チャンネルで動画を楽しんでいただくとともに、この階級章ゲームをきっかけに10年先まで健康を維持していこうという思いも込められているんです。私たちと共に10年先のジェネラルを目指し、このチャンネルの歴史を刻んでいきましょう。入隊手続きは動画の詳細欄にあるリンクからどうぞ。あなたの入隊をお待ちしています。はい、それでは後半になります。後半はですね、編成や運用といった少しマクロの視点のお話をさせていただきたいと思います。ソムチャイさん、素人質問ですみません。師団ぐらいの大きさの部隊はどのように移動したんですか？ありがとうございます。一番最初にいただいたご質問なんですけども、素人質問なんてとんでもないです。とても良いところをつくご質問だなと思いました。これは意外と語られてない話題なので、非常に良い機会なので皆さんと一緒に深掘りしていきたいと思います。で、以前ですね、そのジープを動画で取り上げた時に少し触れたんですけども、皆さんご承知の通りアメリカ軍っていうのは第二次世界大戦で完全自動車化、馬からエンジンに切り替えをしました。で、その流れで当初はですね、全ての師団を完全な自動車化次第移行するのが望ましいっていうような方向だったんですね。電撃戦の時代ですから、とぼとぼとですね、2本の足で歩くよりも自動車に乗って快速で起動する方が当然ずっと望ましかったんですね。で、ただですね、実際にその戦争が本格化すると、1942年から43年にかけてなんですけども、海外に派兵する時の輸送船の船舶のスペースが足りないと。人はですね、何段も回顧棚にして押し込めばいいんですけども、車両は平置きでスペースを取ります。
で、あとですね、資源の問題も大きかったんですね。自動車のタイヤに使うゴムが足りない。当時アメリカもゴムは完全に輸入でしたので、そういったですね、ロジスティックスの限界で、電子弾の自動車化っていうのは断念されました。で、そうした歩兵師団について言えばですね、重たい兵器や装備品、それから補給品といったものを運ぶのが、従来の馬車からですね、自動車に変わっただけで、一人一人の兵隊さんの移動っていうのは足のままだったんですね。で、師団という大きな単位で見ると、ちょっと実感が湧きづらいと思うので、ユニットの単位を下にちょっと見ていくのが良いと思います。私もボロくて恐縮なんです。これ、ホートベニング歩兵学校の資料になってまして、歩兵連隊のデータ集なんですね。で、ここにですね、どれくらいの速さで移動できるとかですね、徒歩での行軍を前提としたいろんなデータが載ってまして、こんな風に靴の合わせ方なんかもイラストで説明されています。でですね、歩兵部隊の中でも例外的に足で歩かないチームっていうのはあります。一つは対戦車砲や榴弾砲といった牽引砲のチームです。で、これはですね、砲を牽引するトラックに砲班、バッテリーのメンバーが乗ります。あとは連隊本部とか大隊本部。これ通信機材や観測機材とかと一緒にメンバーが車両に乗車します。それ以外の歩兵ですね。中隊レベルでは迫撃砲ですとか機関銃のチームも含めて、ライフルマンと同じく全員が徒歩になります。で、ここでですね、おそらく一番の疑問になるのが、車両と等を、行軍でどう調整していたかっていうことだと思うんですね。で、基本としてはですね、車両は車両、徒歩は徒歩で分離していました。これはですね、行軍の速度の問題というよりも、車両はですね、対空警戒が必要でしたりとか、あと車列の管理ですね。そういったコントロール上の問題からです。なので、歩兵中隊に配属、ジープ2台配属されてるんですけれども、それもですね、大体の車列、トレインとしての運行計画に従っていました。そして、行軍の順序なんですけども、徒歩が先で車両が後になります。で、車両の方が敵の攻撃に脆弱だからですね。で、こういった原則に基づいて移動が行われていたんですけれども、機動的にさっとこの師団をここの戦域に投入したいっていうニーズがあるわけですね。で、そういった時に自動車輸送をするための2つがありました。で、1つは師団の中で車両を融通するっていうことです。これはですね、例えば展開が終わった後、こんな風にですね、本部なんかもそのテント立てて全て資材も出し終わった後っていうのは、必ずですね、遊んでる車両があるわけですね。で、そういった車両をかき集めて臨時の輸送隊を作って、徒歩の兵隊をシャトル輸送するっていうことはよくありました。もう一つはですね、師団よりも上の軍団レベルであらかじめ自動車隊を持っておく。で、必要な時に師団へ提供するっていう方法です。この自動車隊はですね、総力戦で人手が足りないっていう事情もありまして、多くの黒人兵士がこういった輸送部隊に動員されています。こういった軍の作戦計画に基づいて、どう行軍してどう展開するか、そのための移動方法をどうするか、輸送力をどう確保するかっていうことはですね、上級司令部との間での緊密な連絡と司令部の調整が必要で、輸送担当スタッフの腕の見せ所だったんじゃないかと思います。実は私の娘は大学生でテニスサークルに入ってるんですけども、100人規模で参加する合宿の話なんかを聞くと、この師団のですね、自動車輸送と結構似てるなっていうふうに感じます。で、まず合宿のその開催地と日時と参加者を確定するんですけども、これは軍隊で言えば戦略に基づく作戦計画の実案であり、投入兵力と展開地を決めるっていうことになります。で、合宿の当日になったら、開催地へ移動するんですけども、その移動手段の確保ですね、バスを使ったり、それから仲間内でマイカーを使ったり、こういったのは基本的には軍隊で言えば輸送計画の立案と実施になります。合宿所について、じゃあ実際にテニスの練習を始めましょうっていう時にテニスコートを割り振る。時間帯によってテニスをやるグループと休んでるグループっていうのがあるわけですね。その時に途中最寄り駅に、誰々さんが何時に着くからっていう、じゃあ B グループさんは今休んでるから何々君にちょっと車で迎えに行ってくれるっていうような、それがですね、いわゆる軍隊で言えば部隊展開と余剰輸送力の派遣ということになるのかなと思います。なのでこういったですね、私たちの日常においても、集団行動っていう点でです
での実案と実施っていうのは意外とですね軍隊と変わらない部分も結構あるので、あんまりねそういうことを表だっていうと変な人と思われちゃうかもしれないんですけども、そういった計画を何かやられる時にはですね、心の中では手段の移動計画と共通点どういうところかなっていうのを考えていただけると結構面白いかなと思います。次はですね、移動の話に関連して、T ブレイク3006さんのご質問にお答えしたいと思います。本国から戦地へ向かう、あるいは怪我して本国に帰る兵隊は、長時間の移動でどんな暇つぶしをしていたのかが気になります。ありがとうございます。インファントリージャーナルっていう当時の雑誌にはですね、当時の兵隊さんたちが余暇の時間でどんなことをしていたかっていう記述がありまして、一番多いのはですね、やっぱり手紙を書くですね。で、あとはですね、仲間で集まって、おしゃべり、どうでもいいおしゃべりをブルーセッションっていうそうですけども、おしゃべりをして気を紛らわせるとか、カードゲームをするといった感じだと思います。で、あとですね、ちょっと変わったところだと輸送船で移動中に新型兵器のテストがあって、例えばバズーカの射撃をするからっていう感じで、船尾でみんな集まってバズーカの射撃を見学したなんていうようなことを書いている兵隊さんもいました。で、そもそもの話になるんですけども、所属する部隊として行動している時っていうのはですね、実は暇つぶしの時間っていうのはなくて、かなり忙しいっていうのが実情なんですね。で、例えば戦地へ向かう輸送船の戦場でも装備品の点検、それから教育訓練、それから係として割り当てられた雑、調理ですとか、掃除、日報の作成っていった事務書類ですね、書類仕事なんかもたくさんありますので、業務はかなりですねあって忙しいんですね。あとですね、管理する側からすると兵隊に暇を与えると良いことがないっていうのも現実問題としてあるので、なので移動時に暇だったっていう話はもちろん結構あるんですけども、そのほとんどがですね輸送計画の不手際から突発的に生じたもので、戦力回復のために計画された余暇とは違うわけですね。なので兵士にとって無料を慰めるっていうのはもう身近であるもの、手紙を書いたりとか、おしゃべりしたり、手持ちのカードを使って遊ぶとか、そういった感じになったんじゃないかなと思います。次の質問です。アデニンさん、いつも興味深く楽しく拝見しております。過去動画と少しテーマが被るものもあるかと思いますが、ネタ帳の肥やし程度に福主様の興味を引くものがあれば幸いですということで、たくさんですねご提案いただきました。ありがとうございます。暗号と通信過密とか、あと専門手段の運用で、どれもですねとても興味深いテーマで、着眼点も結構すごいなと感じました。おそらく将来動画の中で触れたりとか個別に深掘りしていくテーマにさせていただきたいなと思っています。で、この中ですね、今回取り上げている他の方のご質問に関係がありそうなものとして、行軍の裏事情、右兵以外の他兵科、車両砲兵などが直面して独自の行軍の苦労っていう部分をですね、ちょっと取り上げさせていただきたいなと思います。で、北アフリカでの戦いで顕在化した問題として、道路のキャパシティを車両が上回ってしまって、部隊の移動や行軍に支障をきたした。ガソリンも著しく浪費してしまったっていうものがあります。実は後半の最初の方でご紹介したソムチャイさんのご質問でですね、自動車体を持つっていう運用が実はこの北アフリカでの経験が非常に大きく影響しています。で、全ての手段を自動車化するっていう試みが挫折したのは、船舶のスペースとタイヤの不足っていうロジスティックスの課題だったんですけども、戦地にですね部隊を送り込んでみたら、今度は現地の道路のキャパオーバーっていう、これも大きく言えばロジスティックスに起因する問題で、結果として全ての手段を自動車化するのは好ましくないと。で、むしろ軍団で運用する自動車体を使うことで、必要な時にだけ歩兵手段を自動車化することが望ましいっていう結論が得られたんですね。ちなみにですね、このシステムを牽引したのは、かつて砲兵の自走砲化に反対したマクネア将軍になります。自走砲についてはつい最近動画でご紹介してますので、まだご覧になってない方いらっしゃったらぜひご視聴ください。最後のご質問になります。鳥はガバケイカモスさんからのリクエストです。主様の動画と知り合っていろいろ当時の軍の事情やあり方が分かりました。
映画が史実に基づいていることなど、上の皆様とのやりとりも楽しく、これからも楽しい動画よろしくです。リクエストとしては、第442連隊のお話、主様の視点で聞いてみたいです。ありがとうございます。442連隊っていうのはご存知の方も多いと思いますけども、アメリカ軍のヨーロッパで戦った日系人の部隊になります。日系部隊の話もですね、かなりいろんなところで書籍やドキュメンタリー映画なんかで語られているんですけれども、ちょっとですね、その日本でのその受け止め方っていうのがちょっと実情と少し離れてる部分があるのかなっていう気がしています。日系部隊っていうのはその一般的にその戦争で迫害を受けた日系アメリカ人がですね、一族の汚名を挽回するとか、アメリカへの忠誠を示すために入隊して、で戦場で活躍したっていう話でくくられることが多いんですけども、彼らの中にもですね、ハワイ出身の兵士と本土出身の兵士とでルーツが異なる2種類の兵士たちがいたんですね。でかなりですね違うんです。ハワイ出身の兵士とそれから本土の出身の兵士で、自分とかその家族が置かれた環境っていうのはかなり違うんですね。で特にですねハワイの兵士たちにとっては真珠湾攻撃っていうのはですね、自分たちのふるさとへの直接攻撃だったわけですね。でなので、非常に厳しい対日感情を抱いてきた人も、いたわけです。でただですね、もちろんその日本人にルーツを持つっていうことで、仕事に対する誠実さとか能力の高さ、何よりも差別に打ち勝とうという、そういったこともあってアメリカ軍の地上部隊で最も活躍した、最も多くの勲章を受けたっていう誉れがあったわけなんですけども、実際その本当の姿っていうのはその単純に日本人のルーツのある彼らがですね大活躍したっていう話とは印象はかなりちょっと違うんじゃないかなと思っています。あとあまり指摘されないことに日系部隊の編成に由来する特異性っていうのがあります。日系部隊で一番活躍したのは442連隊が創設される前から動員されていた第100歩兵大隊なんですけども、これがですね6個中隊あるんですね。で通常の歩兵大隊っていうのは、小銃3個中隊に重火器1個中隊の4個中隊の編成になります。アメリカ軍ではですね、上から下まで定数の3分の1を予備とする運用ですから、仮にですね予備なしで戦うとすると第100歩兵大隊っていうのは実質的に2個大隊、連隊に近い戦力を持っていたんですね。で実際の戦いではですね親部隊がいないので、予備を持つっていうような甘い戦いがですね通用しなくて、かなり過酷な戦いを実際しています。親部隊がいないっていう点ではですねいろんな苦労があったとは思うんですけども、これがですねアメリカ軍の偉いところだなと思うのは、最新の装備をですね真っ先に与えるんですね。で新規の部隊編成だからっていうのが一番大きいんですけども、その第100歩兵大隊もですね1943年頃から最新の戦術アップデートに伴う兵器の装備ですとか編成の刷新に真っ先に対応しています。これはですねある意味ではその従来の教育カリキュラムとは異なるっていう点では博打でもあるんですけども、一方でですね現場力が発揮されるチャンスでもあったわけですね。なので、日系部隊っていうとですね差別を受けながらも大活躍したっていうその英雄譚的な話ばかりなんですけども、こういったその編成上の特異性っていうハードウェアの部分も実は彼らの活躍を支えて基盤としてあったんではないかなと思います。今回の Q&A スペシャル企画としては以上になります。ご質問をお寄せいただいた視聴者の皆様、また長時間にわたりお付き合いいただいた皆様ありがとうございました。今回でね初めてこのコマンドポストのセットから皆様に直接語りかけるっていう形式で収録を行ったんですけども、私自身もですね普段の動画制作とはまた違う楽しさがありました。もし今回のこういった企画がですねご好評いただけるようであれば、今後もこういった形でのトーク的な動画ですとかゲストを呼んだその対談ですとか、そういったものをやっていきたいなと思っていますので、今回の動画の率直なご感想ですとか今後取り上げてほしいテーマとか、そういったものをコメント欄に書き込んでいただければ幸いです。それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。